小泉さん、今回はですね、はいウイスキーについてというか、その中でもやっぱり小泉さんがお作りになった日本のウイスキーというか、今ジャパニーズウイスキーはその世界のもう一つとしてきちっとその2003年にコンペティションで金賞を取られて、世界のマスターブレンダーが評価を下したというものでありました。まずウイスキー自体はね、そのいつ頃から皆さん世界的には人類としては、それも正式なことはねなかなか難しいと思うんですけども、記録としてはどのぐらいから。やっぱりスコットランドですか。文献にこう登場するっていうのはそうですね。最初に現れるのは1400何十年っていうか、15世紀の話、でそこではウイスキーっていう名前じゃなくて、アクアビッテっていう名前で穀物原料の蒸留酒があると、そういうところからスタートする。ただそれ以前だって当然作ってたはずで、記録がないから、でそうなるとね、全くいつ頃からっていうことがわからないというのが実際のところですよね。でそれがずっと年を重ねついて、いろんな蒸留所ができ、いわゆるこう貯蔵も生産貯蔵運搬、いろんなことが起こってきて、日本に到達するわけですよね。でこれはそれこそ100年ぐらいの歴史ですか、日本においては。そうですよね。作るんじゃなくて日本人が最初にウイスキーに触れたという点で言ったらば、ペリーが日本にやってきた時に、そこで初めて日本人がウイスキーに接したと。そんなことですから、百何十年ですか。そうですね。そうなるともっと、でそれから初めて日本のウイスキーが生まれるっていうのは、それこそ本当にサントリーさんが。そうですね。1923年に私が今仕事してました山崎に日本で初めて本格的な蒸留所が作られる。そこが日本の本格ウイスキーのスタートと言っていいと思いますけど。料理の世界で仕事を長くしてるんですけども、フランス料理であるとかイタリア料理であるとか、向こうから海外が入ってきて、初めは向こうのシェフが来る場合もありますし、向こうで修行した人が帰ってきて料理を作る、お手本があるわけですよね。フランス料理はフランス料理という、イタリア料理もイタリア料理があると。やっぱりウイスキーの場合も一番最初はやっぱりスコットランド向こうのものをお手本にして山崎蒸留所は始まったんです。そういうことになりますね。サントリーの創業者の鳥居慎次郎が当時も日本にはスコッチウイスキーっていうのはかなりの量輸入されている。貴重な外貨が、そこに使われてしまうのは惜しいというか、自分の手で本格的なウイスキースコッチに負けないものを作りたい、日本人の思考にある、そこがスタートになる。であくまでそこでのお手本はスコッチウイスキー、当時大阪摂津酒造っていうところから竹鶴正隆さんがスコットランドに渡ってウイスキー作りを習得してくれた。で摂津酒造さん自体はもう彼がウイスキー作りを学んで帰ってきた時にはもうウイスキーを事業化するってことを諦めていた。でせっかく学んだものを、鳥居慎次郎は自分のウイスキー作りへの思いを技術者として竹鶴さんの力を借りて実現していくということになります。